おはようございます。ケロッピです。今回はオタマジャクシの餌のお話をしたいと思います。でも、今回私の育てたオタマはミルキーフロックだったので、もしかしたら違うカエルのオタマの場合、違う餌の方が食いっぷりがいいかもしれません。前にヒキガエルのオタマジャクシを育てた時は、私は冷凍赤虫だけで育てました。でも今回は大量のオタマジャクシだったので、あんまり皆さんに参考にはならないかもしれないですね。で、今回思ったことは、はじめ卵が成長してオタマジャクシになって動き出してすぐの頃は帰らなかった卵とか卵の周りのモヤモヤしたものなんかを食べるということが分かりました。で、その後の餌なんですが、基本はやっぱり沈む餌がいいみたいです。沈んだら何でも食べるのかなと思ったんですけど、特にうちの子が大好きだったやつを紹介します。小さい時の第一はこれです。これを作りたいと思います。これはうちのオタマジャクシさんが小さい時からよく食べる餌です。食べやすいみたいです。まず適当な入れ物に適当に水を入れて、で電子レンジで熱くします。はい、熱くなりました。で、これを適当にドサッと入れて、かき混ぜます。ちょっと多かったな。ちょっと多かったな。ちょっとこれは多すぎました。でも多すぎてもいけるか。もうちょっと少なくてもいいです。ちょっと多いな。ちょっと多いからちょっとお湯で足してみます。こんなは多分こんな感じかな。適当です。
で冷めるのを待ったら出来上がり。はい。だいぶ冷えてきました。冷えてきたら、こんな感じで、こんな感じに、ジェリー状になります。こんなの綺麗に取れちゃいます。で、これを、おたまじゃくしさんにあげます。皆さんにご飯あげます。よいしょ。よいしょ。すごい群がってる。あなたもお腹すいたの？ずいぶん大きくなったよ。でもどれぐらいかな。むっちゃちっちゃいのもいるし、むっちゃ大きいのもいる。むっちゃ大きいって言ってもどれぐらいやろ。5ミリより大きいか。頭8ミリぐらいかな。体長 1.5 ぐらいか。で、ちっちゃいやつは頭3ミリとか。なんか食べられそうやけど食べられてないな。小さい時に限らず割とずっと好きだった餌第2位です。ナマズの餌も、プレコの餌の次にだから3番目ぐらいかな、好きだったかもしれません。でもウーパールーパーの餌とランチュウの餌はどっちかって言ったら他のがなくなったらなくなる感じやったかな。で、こういう投げ込みの餌って結構入れすぎると水がかなり汚れて大変になるんですけど、一回どれぐらい餌を放り込まなくても持つのかなと思って大量に投入してみたら水が大変なことになりました。留守にする時があって、お友達に1日に1回だけお玉のお世話、1日2回かな、来てもらう時があったんですけど、どうしてもお玉の数が多いので大量にこの餌を放り込むことができず、でも餌がなくなるともしかしたら共食いとかするかもしれないということで、一番役に立ったのは茹でほうれん草でした。で、茹でほうれん草だとそんなに水もちょっとはその水が黄色くはなるんですけど、むちゃむちゃ汚れることもなく、まあまあ入れといてもまた次の日に来た時ぐらいまでは残ってたりして、ただ浮くので私はスプーンとかフォークとか何でもなんか沈むものに巻きつけて沈めてました。そしたらお玉が一生懸命それを食べてました。ずっと家を空けてたのでお友達にお世話を頼んでいました。ほうれん草たっぷり入れてくれてるみたいです。4日前に水作かな、投げ込みフィルターを買って入れたら
水がきれいになったんですけど、一旦今はフィルターがむっちゃ汚れててこんな状態です。で、オタマジャクシは随分大きくなりました。ほうれん草に食らいついてます。普通の餌も食べるんですけど、ほうれん草が比較的水が汚れないで長持ちするかなと思って、ちょっと扱いやすかったので、頻繁に餌をあげれないときはほうれん草を振り込んでいました。だから1日2回ぐらいほうれん草を掘り込んでもらっていました。で、昨日の朝掘り込んでもらったほうれん草、多分すごいいっぱい掘り込んでくれたと思うんですけど、それが随分残ってます。でもお腹を空かすと一気になくなっちゃうので、これぐらい入れといてもまたすぐなくなるかも。随分オタマジャクシ大きいです。頭は1センチ以上あるな。1.2。頭 1.5？ 1.2 か。1.2 ぐらいかな。体は3センチ、3.5 ぐらいある？体長 3.5 ぐらいある。ちょっとわかりにくいけど。で、ちっちゃい子の方は、これは第2陣。第2陣は、こいつらは、頭が、そうね、1センチないぐらいかな。体が2センチぐらいの頭が8ミリぐらいで、もしかしたらほうれん草をいっぱいやるとわかんないですけどね。そのSLS みたいな手の出ない子っていうかが少なくなるのかなと勝手に思ったんですけど、もう一個のチャンネルがあるんですけど、そっちの方にSLS の子の話を載せてるんですけど、もしよかったらそちらのリンクも貼っとくので、そっちの動画も見てやってください。でも餌を取れるぐらいの軽い SLS だったのでいけたんですけど、その時はほうれん草はやらなかったのかな。多分なんかほうれん草は全然食べなくて、なんかここに載せてるような、なんかこんな金魚の餌やったりとか、プリコの餌やったりとか、なんかいろいろこんなんやってみました。こっちが最初に生まれた子たちで、こっちが第2陣。せやな。こっちは大きくなって、頭のサイズは 1.5 もないか。足は出てないかな。なんか足が出て2週間ぐらいで上陸するから、まだ足は出てきてないな。で、こっちの子たちはせやな、ちょっと数が少なめ。頭の大きさ1センチかな。1センチぐらいか。だから全部で 3.5 ぐらい
ちは4センチ、4センチぐらいはあるな。大きい子は4センチぐらいあるな。見て。中入ろうとしてるやつ。見て。ほら。出れんのか？あ、ちっちゃい足ある。ちっちゃい足あるわ。はい。じゃあ、まず、どの餌が一番好きかという実験をしたいと思います。まず、これ、ランチュウの餌。ウーパールーパーの餌。ウーパールーパーの餌。これ。ナマズポリプテルの餌。これ、ポリプテルスの餌。これ。で、次。これ。プレコの餌。プレコの餌。で、次。そう。どれが一番好きかな？今お腹空いてるからみんなどれも好きか。これ何の餌？ここにいるの。ああ、これやね。これやね。プレコ専用フード。プレコ専用フード。このなんか練ったゼリー状の餌も好きやし、多分プレコ専用フードも好き。このランチュウの餌とか、なんだっけ。ナマズの餌とか、ウーパールーパーの餌も入れてたら食べんことはないねんけど、今んところむっちゃは群がってないかな。